みんな見て、来たかも。でも本当に来たのはサンタは今年もやってきた。はい、皆さんこんにちは。今日はサムネイルにもありますように、先生が画期的なことを思いついて GPT 図を開発されました。今までの GPT というのは、なるべく初心者の人が簡単に素早くできるようなことばかりを考えて開発してきましたが、今回の SRT ガイドで動画制作という、この新しい GPT は、ちょっと上級者向けな機能を搭載しました。一発でできるというようなソフトの作りではなくて、じっくり上級者向けの動画制作に取り組むというような、そんな流れのソフトになっています。では早速やっていきましょう。この SRT ガイドで動画制作これを押しますと、先頭のところは今までのソフトとかと同じようにシナリオを作ったりするようなところがあります。では動画制作作業開始というボタンを押します。今画面の右の方にあります。こんなストーリーにしたらどうかというような案を書いています。近所の幼稚園に自分のおじいちゃんがクリスマス会にプレゼントを配るというような話です。ここでまずはストーリー設計に必要な情報を教えてくださいということで、動画のあらすじですから、これをですね、コピーします。そして貼り付けをします。次に仕上がりの尺という風に聞いてきます。はい。このように、あらすじと尺は60秒、16対9のアニメ風で、10秒6シーンこのように回答をします。送信します。そうしますと言いたいことは、王道ストーリーテリングということで、構成の英案というのに出ることが多いです。B はちょっとコメディで、サプライズ強調型というような感じで書いています。3番目のところに幼稚園前で、ブレーキ失敗という風に書いていますね。これも面白いでしょう。そして C 案はファンタジーという風になっていますが、今回は B 案で作ってもらいましょう。次はシーン設計をしてくれます。もっともっと詳しく1シーンずつですね。どんな風な感じになるかというようなことを書いてくれています。そして次のステップとしては、画像プロンプトというのを作ります。キャラクターの一貫性を保つために、主要キャラクターのキャラクターシートというのも作ってくれます。おじいちゃんサンタと本物サンタこれを人物が変わったりしないように、キャラクターというのを設定してくれます。次へという風にしましょう。もしストーリー自身に自分の思いと違うところがあれば、ここで指摘をしてください。今は次ということで送ります。そうしましたらキャラクターシートを2人分出してくれました。これをどんな動画生成で作るかは、これじゃないといけないということはありません。コピーをします。今回はドモ AI を使って描いてみようと思います。文字から画像というのがあります。ここでプロンプトを入れたいと思います。比率は16対9で描きます。そしてドモ AI の場合は、リラックスモードというのにすれば、クレジットが全くいらないで作れるんですけれども、今日はクレジットがいったとしても、生成には1ポイントしかいりません。今、2152ポイント残っていますので、リラックスモードじゃなくて、通常モードにします。ちょっとだけ生成が早いということになります。さあそうしているうちに本物のサンタクロース。こちらの方もキャラクターシートを作りましょう。はい、ここに貼り付けて2枚目を作ります。ここには、シーン別の画像生成プロンプトがあります。まず1シーン目をコピーしておきましょう。そうしましたら、ドモ AI もナノバナナを使えるようになっています。それは画像編集というところです。ナノバナナプロというのがここにありますよね。何枚かのナノバナナを使っています。画像からですね、作れるようになりますので、この2つのキャラクターを素材として保存しましょう。じゃあここのボタンを押します。そうしましたらここに、自分のおじいちゃんこちらと、本物のサンタ2人を追加します。なぜ2人を追加するかというとシーンに出てくるときに、2人が同時に出てくる場合ですね。2人を間違わないようにという意味です。この2つを合成して、1つのキャラクターシートを作ってもらいましょう。
このキャラクター2つを1つのキャラクターシートにまとめて、1の画像のサンタは緑の衣装に変更してて、こんな風に言います。そして生成をします。このようにできましたね。これも素材のところに入れましょう。次は各シーンのプロンプトでガイドになる画像を作っていきましょう。シーン1の画像プロンプトをコピーします。そしてプロンプトに貼り付けます。そして生成をします。それでは次に動画生成 AI 用のプロンプト、これを出してもらいましょう。シーン1をまずコピーします。では、シーン1の素材を保存します。2も保存します。3、4そして、ども AI の動画メニューこれを見ます。画像から動画このようになっていますね。ですからここでまず1つ目のシーン。これを引っ張ってきましてプロンプトを入れます。動画用のシーン1のプロンプトです。そして動画の長さ10秒にします。生成をします。では2つ目自転車で幼稚園へ向かうシーンです。ここで注意点があります。動画の長さですけれども必ずども AI の場合、5秒に戻ってしまいます。ここをチェックして、10秒で予定していたのであれば、それに戻します。はい、動画ができましたら、次はナレーションとセリフこれらをやっていきます。11 Labs という TTS を使ってやりますので、まずはナレーション文これをコピーします。ナレーションの音質を確かめます。音声をアリスというのに変えてナレーションを貼り付けます。そして音声を生成します。今日は幼稚園のクリスマス会。今年のサンタはうちのおじいちゃん。でも、本当に来たのは。じゃあこれをダウンロードしておきましょう。ダウンロードフォルダーのところにサンタというのを作ります。ナレーションという名前で保存をしておきます。貼り付けて生成をします。サンタは今年もやってきた。はい。ではキャラクター別ということで、園児のセリフというのをコピーします。もう3つとも一緒にやりたいと思います。人生の子でもっと価値のあるものは、はい、これを使いましょう。そして貼り付けます。生成します。サンタさん、まだかな？来た！2つ目も聞いてみましょう。サンタさん、まだかな？来た！はい、2つ目を採用しましょう。園児ということで保存をします。先生です。Just trust yourself, then you will know how to live. みんな、見て。ほら、来たかも。みんな、見て。ほら、来たかも。おじいちゃんサンタや本物のサンタは、セリフがなしということになります。次は BGM 用の音楽これを作ったりしていきます。スノ用のスタイルを出してくれました。コピーします。そしてスノを開けます。スタイルに貼り付けます。サンタという曲名にします。はい、ちょっと聞いてみましょう。子供にいいような素敵な曲を考えてくれましたね。じゃあ上の方。下の方が可愛くていい感じがしました。じゃあダウンロードをします。WAV でダウンロードをします。クリスマスという名前で保存をしておきましょう。次はサウンドエフェクトです。1行ずつやってもいいんですけれども、まとめてこのようにします。まとめてはできないんですが、もうコピーだけやっておくということです。そして左のサウンドエフェクトこれを選択します。上から順番にすることになります。複数の行を入れてあっても、一番上だけしかやりません。今ここでぐるぐる回っています。このように4つできます。
聞いてみます。2番のものをダウンロードします。MP3 で。そして FX には F とつけておきましょう。F の1番から。そしてここで1行目を消します。また作成。はい。これは自転車のベルですので、1番これをしましょう。F2 という名前です。はい、次はバイスクルーラッティングということです。英語が苦手なんで何かよくわかりません。はい、聞いてみます。ちょっと倒れたような音ですね。4番 F3 なんか壊れてるとか、倒れてるような音です。これで全てのサウンドエフェクトができました。どのシーンにどういう風に使うかということが一覧で出ています。今日のお話はここからが一番重要です。ここで SRT ファイルを作って、それをガイドラインにして動画編集をする。全く新しい SRT ファイルの使い方というのを提案します。よーく見ていてください。はい、ここで SRT 一式ダウンロードというのがあります。これをダウンロードします。そして展開します。ここにたくさんの SRT があります。じゃあ動画編集ソフトを立ち上げます。ここに新しい便というフォルダーを作ります。サンタとしておきます。この中に動画や先ほどの SRT もしくは音声を入れていきます。このガイドこれを放り込みます。このファイルも入れ込みます。そして新しいタイムラインを作ります。これから先生のやることを見ててください。ここにシーンという SRT があります。これを先頭から配置します。今は全部が10秒ですので、あまり意味がありません。6つのシーンがありまして、これに合わせて動画を配置するということです。動画のダウンロードが抜けていました。ダウンロードをしていきます。1つ目のシーンからです。フォルダーを作ります。この中に01から入れていきます。02、3、こちらの方に読み込みます。そして順番にはめ込んでいきます。このように配置ができました。じゃあこの SRT は不要になりました。次はナレーションの SRT これを先頭配置します。これはとっても便利にできていまして、ちょっとここを大きくしていきます。ここちょっと小さくて字がわかりにくいんですけれども、ブランクという風になっています。先頭からこの SRT をはめ込むと、今選択したようにブランクがあります。これを消すだけで、もう1決めがバッチリできるようになっているわけです。じゃあナレーションを入れていきましょう。こちらに貼り付けます。そしてここに、今日は保育園のクリスマス会となっています。ちょっと再生してみましょう。はい、ここからが次です。ここでスライスをします。画面を小さくしますね。次は、はい、ここからです。皆さんどんなことを考えたか、わかりましたでしょうか？いわゆる字幕ファイル SRT を、このように動画の部品を置くためのガイドラインにしようというわけです。今年のサンタはうちのおじいちゃん。本当に来たのは、サンタは今年もやってきた。本当に来たのは、じゃあ、これも、ガイドを消します。次は子供のセリフです。先頭、消します。あんたクリスマスさ、会まだかな？
秋田へというのがあります。えー、じゃあこれ消します。次は先生です。でなあ、も、見て。ほら、来たかも。次はサウンド FX です。はい、これから貼っていきます。はい。こんな風にサウンドエフェクトを貼り付けました。最後に BGM をつけてみましょう。ボリュームを落とします。今日は幼稚あんた園のクリスマさス会。まだかな。今日は幼稚あんた園のクリスマさス会。まだかな。こうやって微調整をやっていきます。今日は幼稚園のクリスマス会。あんたさまだかな。今年のサンタはうちのおじいちゃみんな、見て。ほら、来たかも。ん。でも、みんな、見て。はい。それでは、編集が終わりました。パッとやってしまいましたが、編集のところは皆さんご自分でお使いのソフトですね。SRT ファイルが読み込める動画編集ソフトじゃないといけませんが、今回本来の目的の字幕というタイムラインを表すための SRT というファイルフォーマットを動画編集用のガイドラインに使うというような新しい試みをしました。それをチャット GPT に自動的にシナリオの中から引っ張り出してですね。そして SRT を自動生成する。こんなプログラムを作ってみました。また皆さん概要欄の方から見てください。それでは最後に現代100点でもないです。けれども出来上がった動画を見ていただきます。今日は幼稚園のクリスマス会。あんたさまだかな。今年のサンタはうちのおじいちゃん。みんな、見て。ほら、来たかも。でも、本当に来たのは、サンタは今年もやってきた。